おはようございます。ティーラです。今回も引き続きデッドニングを進めます。前回の次回予告で次は9音の話って言ってた？あれは嘘だ。予告が予告にならないことはしばしば稀によくあります。前半は精神処理の続きで、後半はここ2週間で起こったことを報告します。前回の動画でブチルゴムは高温環境下では損失係数が低下するというお話をしましたね。その弱点を補う材料をご紹介しましょう。ノックスドール3100。固体電板音の何たるかは前回ご説明した通りです。ブチルゴムが役立たずと化す高温環境下でも 0.1 以上の損失係数を発揮します。さらに常温では損失係数が 0.3 を軽く超える驚異的な性能を持ちます。こんなに損失係数が高いのに乾燥時の重量はセメント系製芯材よりも軽いという重量に頼らない製芯材です。しかも、極難燃、耐水、耐油、低環境負荷、高チッピングと欲張りなほどの高性能です。使い方は簡単、塗りたい場所を清掃して塗るだけです。場合によっては別途、プライマーが必要なのでメーカーの資料をよく読んでくだしや、なんでこんないい材料をトランクには使わなかったのかって？それはこのノックスドール3100の弱点が低温環境にあること、つまり寒いと狙った効果が得られないからです。トランク内部は熱くなることもありませんが、逆に暖房も届かず、エアベントもあるので真冬はよく冷えます。ノックスドール3100の技術資料を見ると、5度以下では損失係数が 0.1 未満となっています。逆にブチルは低温時でも損失係数に変化はありません。ざっくりまとめると、寒いとこにはブチル、それ以外にはノックスドールってことです。あともう一つマイナス面を挙げるとしたら、かなり厚く塗らなきゃならないことでしょうか。技術資料に掲載されている高い値は塗装膜圧が5から6ミリです。一度の塗布で塗れるのは2から3ミリですし、最初の1回目は足付け程度に薄く塗った方が良さそうです。乾燥時間も7時間は必要なので、効果を発揮するまでの時間ならブチルシートの方が早く広い面積に施工できます。お次は、高さ調整が必要と言っていたトランクのスペーサー製作です。平日の空き時間にキャドで設計しておいたので買ってきた材料で作ります。強度計算や FEM 解析は実施してませんが、こんだけリブあればいいでしょという感覚で作りました。設計データが欲しい方には無料で差し上げます。この車のフロアパンは車両後方に向かって下り坂になっています。その差をベニヤとゴム板で調整しました。設計データズバリで作ったら搭載時に干渉する部位があったので、データは修正しました。この日はいろんな作業を並行して行った上による箱の前アップしたミーティングに参加するために、とんでもない急ピッチで作業をしていました。人間、急いで作業するとろくなことにならないもので、見事に穴を開ける位置を100ミリ見誤りました。機能上は問題ないと判断しこのまま使います。並行作業でトランクの可食用ロールバーを再塗装しました。大急ぎでウーファーを戻して動作確認を取り、ミーティングへ走ったのですが、道中で事件が起きました。バイパスを走行中のこと。突然アンプが停止し、なんとそのまま息を吹き返すことはありませんでした。状況から察するに、リモートの回路の故障です。電源側はきちんと通電し、ヘッドユニットからのリモート線も、通電していることを後日確認済みです。つまり、確実にアンプ内部の問題であり、修理は容易ではない状態です。ハイフォニクスは正規代理店が、日本には存在しませんし、そもそもメーカー保証もとっくに、切れているモデルです。メーカーにメッセージを送ってみましたが、取り合ってもらえず、使えもしないクーポンコードが、返ってきました。修理のめどが立たない状況です。この時点でウィッグフェストまであと3週間、打てる手立て歯代替品を用意することです。そこで3つの案を考えました。1、前の仕様に戻す。2、同じく BXX3000 で
各ソローク同士、1200W 2チャンネルアンプを用意する。3、代替品として、4チャンネルのアンプを用意する。結論から言えば3の案で決定しました。選ばれたのはハイフォニクス BG1600.4、他の候補としてこれらがありました。それぞれ比較した結果5月2日までに、確実に間に合いすぐに壊れず低価格であることから BG1600.4 に決まりました。スピーカーの割り当て箱。注文入れたのが4月11日。4月23日に到着しました。物流網ってすごいね。そしてもう一つ、ドアのスピーカー取り付け工事が諸事情あって、間に合いません。それならとりあえずトランクスルーにぶち込んでしまえということで、ボードを設計しました。ドア用ユニットならフリーエアで、ガンガン動かした方が良いので、背面は開放しています。実際に製作して取り付けました。強度的には問題なさそうです。下の端末をきちっと固定できればもっといいでしょう。音が一方向にまとまるので、一体感が出た感じがします。このあたりのアイテムは気が向いたら細かく解説します。気が向いたらね。今回の動画は以上です。散文的な報告になってしまいましたが、作業の方にかなり時間を取られているのでご了承ください。次回もこんな感じになるでしょう。ウィッグフェストが終わったら空気伝播音の話をしっかりがっつり解説します。以上、ご視聴ありがとうございました。